高子宮 CD の計算に機械学習を使おうと思い立ったのは、物理の計算自体が AI で代替できると思ったからですね。高子宮 CD というのは、高子ゲージ理論と言われるものの一つなんですけど、時空間を5番のように切って、その上で場の量子論を考えようと。そうすると計算しなきゃいけないものの数が有限になるので、スパコンで計算できるようになると。なんですが、問題は一個一個の計算が大変なんですね。で、特に実験側でどんどん実験の精度は良くなるので、高子宮 CD に対する要求がどんどん上がってきてたと。そして計算コストが上がってたというのが従来の問題でした。なんですけど、僕がやりたい研究というのは AI で高子宮 CD の計算を加速したいので、一つはゲージ対称性と言われる QCD が持っている非常に重要な対称性があるんですが、それを保つニューラルネットワークというのを作成しています。もう一つはさらにそれを発展させたトランスフォーマーと言われる、チャット GPT などの生成系 AI に使われているニューラルネットの計算の中で、ゲージ対称性を保てるようにするというような研究を今しています。機械学習というのは、人間がパソコンとかの中に入れている数値的なデータを元に、それの機能をうまく機械に真似させると。で、重要な点は、人間が明示的にプログラムしないと、データに基づいてその機能を作り出させるというようなのが機械学習と言えます。で、従来の畳み込みニューラルネットとかだと、画像を分割して、その近くに何が映ってますかというのを、それを認識するのは非常に得意なんですけども、画面全体を見た時にどことどこに誰が映ってるとか、長い文章があった時に単語同士の離れた関係を調べると、そういう処理が得意なのがトランスフォーマーというニューラルネットの特徴ですね。で、その特徴のおかげでチャット GPT とかは長い矛盾のない文章を作るということができるわけですね。高子ゲージ論の中には、グルーオン場と言われるものとクオーク場と言われるものが入っています。問題はクオーク場の方で、クオーク場は遠く離れていても場所を入れ替えると全体の動作が変わってしまう。これって長距離に何か相関があるということになります。で、高子宮 CD の計算を畳み込みニューラルネットワークでやろうとすると、局所的な計算でそれを全部追っかけなきゃいけないんですが、トランスフォーマーだと一撃で長距離の相関ですねを捉えて、計算の高速化につながると。ただし高子宮 CD にトランスフォーマーを使うというのは、ゲージ対称性を保ったニューラルネットワークで処理するというふうなことをやらないとダメなので、おそらくゲージ対称性というのが一つの鍵なのではないかと思います。対称性をニューラルネットワークで取り扱うとは一体何なのかという話です。この犬の画像を右にずらすと出力のエッジも一緒に右に行ってくれると。で、これが画像処理とか情報処理において対称性を保っているというふうなものになります。で、畳み込みニューラルネットワークというのはこの性質を持っているわけです。入力画像を右にずらすと出力値も、上のフィルターの例と同じで動いてくれると。さらに、学習可能なパラメータを含んでいるので、いろんな処理が可能になると。で、畳み込みニューラルネットは並進対称性と言われる物理系の対称性を保ってくれるので、非常に役に立つんですが、長距離の相関と言われる大きいものがあったとして、それをこことここがつながってますよみたいな情報を取り込むのがあまり得意でないということが知られています。で、これが入力の画像だとします。で、この矢印っていうのが畳み込み処理と言われていて、近隣のピクセルデータから1個のデータを作るというような処理が書かれています。で、畳み込み演算というのはこの近隣の情報をだいたい平均化するみたいな操作になっています。なので、こことデータとここのデータが出会うためには畳み込み処理を何回かやらないと、これとこれがつながっているという情報を得ることができません。なので、畳み込み処理というのは基本的に長距離の相関を取ろうと思うと深くないといけないということが分かっています。なんですけど、情報処理っていうのは深くなれば深くなるほど情報の電波が弱くなるというのもあるので、なるべく浅く、長距離がいきなり取れるということで効率を良くしたいと。で、ただし対称性を保ちたいと、そういうちょっとわがままな要求があるわけで、それを実現したのがこのイクイバリアントトランスフォーマーと言われる物理系向けのトランスフォーマーということになります。で、例えば GPT とかに使われているようなトランスフォーマーだと、それが言語であるかどうか実は気にしてないと。なので、とにかくまず文章であるという構造を使うために大量のデータが必要になります。
で我々としては数値計算を早くしたいので、なるべくその物理系であるという情報は先に入れといて、でそれで物理系に合わせてパラメータを調整したいと。なので我々がやるべきはトランスフォーマーの長距離を取り入れるという能力は実装しておいて、かつ対称性ですねを保ったものを作りたいと。で今回の仕事というのは量子的な物理系の対称性を取り入れていて、かつグローバルに長距離相関が取れるということまで分かりました。この計算自体はいろんな計算機は使っているんですけど、いわゆるスパコンというわけではないですね。普通のノートパソコンを使ってこのアイデアを試すということをやっています。ゆくゆくはこれのゲージ対称性を保つバージョンですね、それがスパコンで動くというのが、次のステップなのかなと思います。今動かしている公式 QCD 足す AI みたいなコードをスパコンで動かすとなると、スパコンを使う意味がなくなってしまうぐらい遅くなっちゃうと。で僕のそのコードというのは一つのマシンで動くように最適化されているわけです。それを富岳とか大きなスパコンに載せるといった時にどう割り当てて全体として高速化するかというのが課題で、特に割り当て方というのはスーパーコンピューターが変わると配置も変わりますので、それぞれのマシンの専門家と連携を取りながらプログラムを作らなければいけないということで、数値計算の専門家と密接に連携してコーディングする必要があるんじゃないかなと思います。今の研究体制としましては、特に永井さんとよくやっているわけですが、永井さんはとにかくコーディングが得意で、僕がこういうのをできたらすごいと思いますって言うと、永井さんが「はいできました」みたいな感じで作ってくれるので、永井さんももちろん物性の専門家ですので、物性分野だとこういう計算法があるよとか、本当に生産的な議論ができるので、共同研究を続けているというような感じです。で次のマシンで一体何が起こるかというのは、いわゆる GPU ですね。富岳にはついていない計算の加速装置なわけですが、特に機械学習とかだと GPU 前提として計算をしている部分が多々ありますので、 GPU 相当のものがついているというふうなものになってほしいというか、なるんじゃないかなと思います。僕が機械学習の研究を始めたきっかけというのは、2016年のアルファゴとイセドルの対戦がきっかけです。囲碁なんて絶対に人類が勝つもんだと思ってたら、アルファゴが勝ってしまったので、これは大変だと。で絶対にもういろんな分野にこういう技術が浸透すると思ったというのと、あと面白いものを研究したいというので、機械学習の研究を始めたというような感じですね。で僕が今やっていることがどうなっていくかですけど、場の量子論の別の側面を調べてみたいと思います。例えば AI 研究とかでなされているような確率分布があれば反応の確率が計算できるだとか、陽子がどうやってくっついているか分かるとか、そういうふうなのは分かるんですが、場の量子論というのは素粒子反応を計算するためのただの理論なわけで、じゃあ場の量子論そのものは一体何なのかというのが、解き明かせれば非常にハッピーだと、僕は思います。